皆さんこんにちは。いや、皆さん、日に日に感じていませんか？都市伝説、陰謀論で語られていたことがどんどん現実化されているということ。それと同時に、いかに世界が狂っているということ。大統領選もどんどんざわざわしてきましたね。はい。7月13日午後6時頃、ペンシルベニア州バトラー共和党の選挙集会で正式指名される直前の演説を行っていたドナルド・トランプ。演説を聞きに来ていたお客さんたちが、不審な男がトランプから120メートル離れた施設の屋根にいることを発見。そのことを近くの警察官に報告。屋根の上にいたのは20歳のアメリカ人男性トーマス・クルックス。そして午後6時12分頃、銃声がし、銃弾はトランプの右耳をかすめる。クルックスの発砲から11秒後にシークレットサービスのスナイパーがクルックスを確認し、10秒後にクルックスを射殺。クルックスは死ぬ前に最低でも3発を発砲し、それが演説に来ていたトランプサポーターコーリー・コンパートワーさんに当たってしまい死亡。撃たれてしゃがみ込んだトランプですが、シークレットサービスに囲まれながらアメリカ国旗を背後に拳を突き上げてファイトファイトファイトと何度も声を上げたこの姿。まさにこの瞬間、アメリカだけでなく世界の行方を大きく左右し、新たなパラレルワールドへと移行した瞬間だったのかもしれません。前知識として今回の事件をより理解するために、なぜこんなことが起きてしまったのか。2016年アメリカ大統領に共和党の候補として登場したトランプ。大富豪としてテレビ番組に出演していたトランプに対する当時の大衆の印象は、いやまさかトランプなんてみたいな感じだったんですよ。僕もアメリカ出身なので、いやありえないじゃんみたいな感じで。しかしなんと油断したのか、まさかのヒラリー・クリントンを破りアメリカ大統領に。そこで彼はアメリカファーストといってね、まずはアメリカに有利な政策を、移民防止のたびに壁を作ったり WHO 脱退したり、グローバリスト側からしたら批判の嵐。そこで2020年大統領選挙、トランプはバイデンに敗北することになるんですけど、トランプは不正選挙を主張して大きな問題に発展したんですけど、結局認められず、2021年国会議事堂にトランプサポーターが押し寄せた事件で、トランプがその大衆を扇動したとしてツイッターアカウントをバン。前代未聞、大統領のアカウントがバンされるんだからね。これでね、トランプの声がどんどん小さくなっていって、2024年再び大統領選が近づいたら、メディアは再びトランプをバッシングし始めるんですけど、それと同時に問題視され始めたのがバイデン大統領の認知症問題。たびたびね、みんなも見たことあると思うけど X で出回るんですよ。このバイデンおじいちゃんが謎の行動に走るんですよ。大丈夫このおじいちゃんって。急に止まってね、空中を見始めたり、自分の奥さんでもない女の人にもしかしてこれキスしようとしてるんじゃないかみたいな行動があったりして、誰がどう見てもこの人に核爆弾のボタンをね持たせるのはちょっと危ないんじゃないのっていう、これをね日本のテレビニュースとかで報じていたのかどうかはわからんけど、誰が見てもこれ不安になるじゃないですか。で、最終的に決め手となったのが6月28日の再選を目指すバイデン大統領と返り咲きを狙うトランプ前大統領の討論会。もうバイデン何言ってるかわからない状態だったんですよね。で、トランプもそれに対して彼が何言ってるかわからないけどって言っちゃってるレベルで、もう結構悲惨だったんだよ、誰が見ても。そう、世界がバイデンの無能さに気づいてしまった。もうこうなったら民主党としてはね、時間もないからやることはあまり残されてないんですよ。いや、一つ残っていたのかもしれません。事件直後、トランプの好感度が爆上がりしたので、これは彼の自作自演じゃないかという陰謀論が浮き上がったんですけど、このね AR でトランプの右耳をね狙うっていうのは、そのプロのね銃とか詳しい方からしたらもう、不可能らしいんですよ。ほぼこちらは実際に亡くなっている人もいるし、これを自作自演にするのは難しいんじゃないかと。では彼は誰になぜ狙われたのか。20歳の一人の男性が今回の犯行に挑んだのではなく、その背後には大きな組織が絡んでいたのかもしれません。事件の疑惑を話すと、演説台を囲むような形で多くの支持者は正面のエリア、また演説台の後ろには3カ所の観覧席が設置されていました。シークレットサービスは演説台の下でトランプを囲む形で数名配置、そして演説のエリアの後ろには3つの建物があったんですけど、その左と右の建物にはそれぞれシークレットサービスのスナイパーチームが配置され、周囲をスクリーニングし警戒態勢にいました。演説開始から6分ほどが経過したところで、トランプは正面から見て左側に設置されていたスクリーンに指さす形で不法移民の流入を表すチャートについて説明し出すんですけど、その頃会場後方の方で屋根で横たわっている男性がいると大勢の人が目撃し、この動画はなんと銃撃される2分前の動画なんですけど、女性が He's on the roof と何度も叫んでいる様子が分かりますよね。その後も He's got a gun 彼は銃を持っていると叫ぶ男性。この状況下で奇跡的
撃に大量のシークレットサービスがいる中、犯人はライフルを持って屋根に登って暗殺の準備をして、周りの大人たちが叫んでいる中、射撃を成功させたというんです。銃弾はトランプの右耳をかすめますが、この銃弾は集会会場のすぐ外、トランプが演説していたステージから約140メートル離れたビルの屋上から来たものでした。この時トランプの右の方向に頭を傾けたことによって一命を取り留めたと言われてて、この CG 映像でもどれほど危なかったのかが分かりますよね。マジこれに関してはもう奇跡以外何者でもないと思います。本当に何気なくこの頭やってなかったらもう完全にバコンいかれたわけだからね。その後シークレットサービスがトランプを守り、クルックスはその後も5発の銃弾を発砲。てかこの間スナイパーチームは何してたのか。銃弾の7分前にはこのような形で望遠鏡で犯人のいる方向を観察していたようには見えますが、その後銃撃の42秒前にはすでにライフルのスコープを覗き込み、クルックスを狙って構えているのが分かりますよね。実は後ほど分かったことで、事件の1時間前に不審な人物がいるということで、クルックスはすでにマークされていた人物だったんです。事件の20分前にも警察官によって不審な男が測距儀、要はファインダーを持っていることが報告されていたんです。要注意人物なのは分かっていたんだけど、なぜか彼を許してしまった。大勢のね観客が叫んでいる中、意味が全く分かりませんよね。アメリカのグリーンベレー世界最強部隊のスナイパー曰く、これは絶対に計画的な犯行だったと。20歳の男性がスナイパーライフルを私服を着ている状態で持ち歩き、セキュリティがうよいよいる中、建物によじ登り、その場でライフルを設置し射撃態勢を取り、トランプ前大統領に向かって8発も銃弾を発砲するなんて不可能だ。誰か現地の警察官かシークレットサービスの手助けがないとあのような犯行は不可能だね。プロが誰がどう見てもこれはありえないと、誰かの助けがないと無理だと言っているんです。しかも今回の構造を上空から見るとこのようにパックマン型と呼ばれてて、不自然になぜかねこの犯人がいた屋根の箇所だけここ除外されてるんですよ。ガバガバすぎるセキュリティサービス。案の定セキュリティサービスの長官は辞任しました。こういった大きい事件の前とか後にはね、不審な動きがよく見られるんですよ。株価の暗殺未遂前日にテキサスのファイナンシャル会社オースティンプライベートウェルスが JDT メディアトランプメディア&テクノロジーの1200万株のプットオプションを購入したんです。これはその後株価が下がるとあらかじめ購入した価格で取引ができるので、下がった差額分利益になるという仕組みなんですね。しかもこの会社の過去最大の DJT の保有株式 16% 以上だったんです今回。つまりどういうことかというと、トランプがもし今回のでなくなっていたとしたら、トランプの会社の株価は暴落して、プットオプションを購入した会社は利益を莫大に得ることになる。同時に YouTube の規制が緩いバージョンの動画サイトランブルのプットオプションも購入しているんです。これはつまりどういうことかというと、トランプがなくなったらトランプにまつわるネタとか陰謀論とかがね、あまりその動画サイトにアップされなくなって、このランブルもね同時に落ちると言われているんですよ、株価が。まるで事前にこの事件のことを知っていたような動きだったんです。ただ7月16日にそれらの取引は誤りだったと直ちに訂正されたんです。ごめんなさい、僕あんまね株とか取引で詳しくないんですけど、こんなことありえるんですか。しかも一説によるとオースティンプライベートウェルスは個人向け富裕層が株主らしく、ジョージ・ソロスやヴァンガード、ブラックロックなどのね主要株主だと言われているんです。もしこれが本当だったら確信犯じゃないのということです。しかもこのクルックス、犯人の動機はそもそも何だったのか未だはっきり分かっていないんです。意外にも政治的思想は右寄りで共和党の党員だったことが分かっています。ただ2021年には民主党の組織アクトブルーに15ドルの寄付を行っていたので、正直彼の思想が読めません。ただヘリテージ財団というね保守系シンクタンクの調査によると、9つのデバイス、スマホとかタブレットとかパソコンとかが犯人クルックスの家とワシントン DC 近くの FBI のオフィスの近くを行き来していたという記録が実は今回ね事件後発見されたんです。この行き来していた謎の人物は誰なのか。そしてここまでの大きな事件となると、たくさん予言していた人がいるんです。定番なところで言うと1994年に発売されたイルミナティカード、もうたくさんだ Enough is enough とタイトル付けられたこのカードはどう見てもトランプにしか見えないっていうね。しかも数年前から言われ続けていたじゃないですか、都市伝説協会では。まさかこのタイミングでね伏線回収するとは。説明書きにもスナイパーがいつでもどこでもあなたを落とせる Have a nice day っていうね今回の事件と一致してしまったんですね。一つ違うところで言うと、彼は死ななかった。確実に世界線が変わってきてる。2つ目の予言はゴルゴ13の新刊で描かれたトランプの暗殺。僕あんまり詳しくなくてすみません、知らなかったんですけど、ゴルゴ13って今でも続いてるんですね。なんと2024年の
の7月発売の最新刊にトランプをモデルとした人物が米大統領の支持率アップのために自作自演を企ててスナイパーにスマホを撃たせる暗殺未遂のシーンが描かれていたんです。こんな偶然あるんですか？いや、もちろんトランプの暗殺については、ね、みんな予測したし、僕もいろんなところで言ったし分かってはいたんですけど、ただこの最新刊のタイミングでね、その同じ月にトランプ暗殺のこの事件が起きてしまうっていうのも、このエピソード自体は2017年に書かれたもので、過去に2回ほども単行本化されてるらしいんですよ。たまたま今回も最新刊に収録されていたそうなんです。さすがにえげつないよね、こういった偶然の一致は。ただ皆さんまだあるんです。このね、より詳細に事件のことを予言っていうか見えていた人がいるんです。4ヶ月前に YouTube に投稿されたこちらの動画、これはスティーブ・チコランディっていうキリスト教作家が政治などについて語るチャンネルなんですけど、ブランドン・ビックス牧師が今回の事件のビジョンを完全に見ていたんです。その予言がこちら。神は言っています。アメリカは終わっていないと。新たな愛国心の流れがやってくる。それが炎のようにどんどん広がっていく。そしてトランプの命が狙われるのが見えた。銃弾が彼の耳近くを飛んでいき、あまりの近さに鼓膜が破れるのが見えた。その直後、ひざまついて生まれ変わった彼はイエス・キリストのために異常に燃え上がるのが見えました。そうなんです。暗殺を予言しただけじゃなくて、なんと彼ね、その銃弾がね、ここバーンって近くを通っていくその様子も詳細に見えていたそうなんです。この牧師呼んでくる。鼓膜はね、今回破れていない気はするけど、実際に右耳を貫通したと言われています。この牧師、その後の流れも予言しています。トランプに対する迫害は続きますが、彼は大統領選を勝利します。その後、大規模な経済崩壊が、そこでアメリカが立て直すっていうビジョンが見えたそうなんです。この暗殺未遂事件から1週間後、バイデン大統領が大統領選から撤退することを表明したんです。このタイミングでって皆さん思ったんじゃないですかね。分かりやすくこの流れをね、ちょっと皮肉じみた言い方で言うと、討論会でボロボロだったバイデンは危機感を当然感じており、民主党が勝つためには何かしら行動をする必要があった。それは時にはね、禁断の手を使うこともわからないけどね、もちろんわからないけど、ただその後の流れとかこの事件当日の疑惑とかいろいろ見ていくと、この考えに至らないのわからなくもないでしょ皆さん。ただ予想外の奇跡が起きたことにより、弾切れしたバイデンは手を引くことになり、副大統領のカマラ・ハリスが出てくるしかなかった。いつかやる、いつか絶対やられるっていうのは言われてましたけど、案の定やられたけど奇跡が起きてしまった。ただ皆さんね、まだ終わってはいないと思うんですよ。まだ言われているんです。トランプ、この先も狙われる可能性が大きいと。そして大統領選、本当にこのまま何も問題なく行われるのか、そこが注目になってくる。皆さんどう思いますか、この事件。まだね、本当にいろいろ表に出てきてないことが多すぎてわからないことが多いんですけど、ただこんな狂った世界なんですよ、今皆さんが生きてるのは。そんな狂った世界で僕たちだけでも一致団結してより良い未来を作ろうじゃないですかということでは、皆さんご視聴ありがとうございました。